ではですね、渋谷プロジェクトということで発表させていただきます。私、チームリーダーが吉田本なんですけれども、我々の問題意識といたしましては、前回、中間発表でもやらせていただきましたように、主要ターミナルに日立車が集中するというのが、地震の直後にあったと。で今後、首都圏の、直下の地震とかですね、首都圏型の、災害が来たときに、やっぱり同じことが起こるだろうと。その時に、帰るべきか、退避すべきかということで悩む人、それと行政側としては、どう対応すればいいんだろうと、どう避難誘導すればいいんだろうかということが非常に問題になる。でそれに対してですね、その場で使えるような、実践的な会、それを提供していくことが重要だと思っております。それで私も311の時にですね、リアルタイムに情報分析させていただいてましたけれども、ある程度精度が悪くてもですね、情報分析しながらどんどん参考データとして出していくことが重要だと思っておりまして、それでまず主要ターミナルでの災害、こういう混乱を抑えるためにはですね、一つには、今基本的な方針としては、帰宅者を一斉に帰宅させないということが重要で、会社にとどまってくださいということはありますけれども、それプラスもう一つはですね、やはり帰る人、外出している人というのがおりますので、ここにありますように安全な経路とタイミングを見計る、こういうような情報提供をしていくことが重要だと思っております。それで、先ほどのとちょっと繰り返しになりますけれども、そういうことを考えてですね、より複雑度が高いというかですね、駅の構造的にも複雑度が高い渋谷駅をテーマにしてですね、そこでいろんな情報を融合することで、混乱を軽減するような対策を作っていきたいと考えています。それで前任さんの混雑データ、ツイッターのデータ、Google さんのデータとか、渋谷区さん、東京都さんのデータを活用してですね、マッシュアップする。でイメージとしては、簡易に、オペレーションセンターを作っていくと。この、混雑度とかいろんなものを、足し合わせることによってですね、避難誘導というのを少人数で効率的に、実現していくということが重要だと思っております。で分析結果のサンプルとなってますけれども、これ当日の14時以降ですね、1時間おきに全部分析はしてるんですけれども、例えばですね、駅周辺の混雑度は相変わらず高いわけですね。で22時の状況ですけれども、混雑度が高い状態のまま、危険関連発言というのがありますけど、ツイートの情報を分析しておりまして、それを見ると、危険に関する発言は徐々に減ってきているなという感じがあります。で実際に人数の方を見てみるとですね、グラフを見ると、渋谷の右上のエリア、ここのピークは去っているという状態になっておりまして、だんだん落ち着いてきたのかと思うんですけれども、それとあとは、ツイッターの意見の全体分析ですね。これを見ると、避難所に無料開放だと落ち着くとかいう言葉で、なんか全体の環境としては落ち着いてきてるなって感じがするんですが、よく見るとですね、危険というつぶやきだけ抽出して、リツイートを除いてですね、フィルターを完全にかけてですね、分析してみると、渋谷駅の、構内ですね、そこが、混雑して危険だとか、そういうようなつぶやきが非常に増えているという形でですね、こういうふうにいくつも、分析をですね、重ねていくことによって、渋谷の状況というのが見えてくると。でこれはたまたまですね、本田さんが以前、解析したデータをお持ちだったということで、参考に見せていただいたんですけども、自動車の状況なども、渋谷の駅周辺は多分白くなっているので、動いてないんではないかというような、状況になってきていると。で分析からの示唆ということなんですけれども、混雑データと現場の声で情報を可視化ということで、立体化と書いてありますけれども、まず全体の概況として、今混んでるのか混んでないのか、どこが混んでるのかというのを把握し、それで詳細状況ということで、駅前はどういうふうな、人の動きの傾向があるか、これを見まして、さらに、じゃあ全体として渋谷に関連するツイート、渋谷って言葉が書いてるやつですね、それを分析すると何をみんな言ってるんだろうという全体傾向を把握して、じゃあもっと詳細に見てみようということで、特定状況ですね、銀座線に関しては今どうなってるんだろう。私も帰るときに渋谷と銀座線、そういうのをかけて検索したりですね、どうやったらいいんだろうというのを考えましたし、そういうものを深掘りしてみて、さらにですね、この、個別の意見を、これテキストマイニングのエンジン使ってますので、それで個別の意見としてクリックすると、なかなか、うまく走ってませんよという話が出てくるような形で、こういうのを合わせてみることで、全体の状況というのが、普段、そこに関連している人であればですね、かなり立体的に見えてくる、こういうものを目指しております。それで、活用イメージといたしましては、避難所、迂回路を、提供したりですね、あとは、この真ん中にありますけど、避難所はこちらですという形で、渋谷に向かってくる人たちをですね、誘導したりという形でできるんではないか。で、放送などもありますし、ツイッターを使ったり、スマホに、リアルメールを送ったりという形でコントロールができるんではないか。それで課題と対応策ということで、こういうのを使って避難誘導しても、殺到したりするんじゃないか、そういうのはですね、日頃からこういうのは災害訓練をやっておくことで対応したりですね、
そもそもインターネット使えなくて見えなかったらどうするの、そういう状況だったらよっぽど危ないんだろうということで行かない方がいいんじゃないか。それと、ツイッターのバイアスの問題ですね。ただ、あくまでもこういう情報というのはやはりですね、参考情報ですので、参考情報として使っていくことが重要だと思います。で、あとはこれをじゃあ実際にどうインプリするかっていう話だと思うんですけれども、やっぱり我々はですね、リアルタイムに使えるものを提供するとか実現したいと思っておりまして、じゃあ今のものが全部なきゃダメかというとですね、もう実際にはですね、画面イメージですけど、東京アメッシュ、それと混雑度のマップというのも実際にもう提供されてますし、避難所のデータ、コンビニの災害拠点、それと街角のテレビですね、こういうものがあったり、それに行政情報をちょっと付加することで、かなりの部分はもう、今の状態で実現できるんじゃないか。それで、交通機関情報は混雑度とかですね、運行情報もかなりのところ、インターネットが取ることができる。でさらに、ツイッター、つぶやき情報に関しては今までいろんな発表ありましたので、いろんないいエンジンをですね、その場に応じて、一番いいエンジンを使っていけばいいと思うんですけども、つぶやきで、じゃあ渋谷は何を言ってるんだっていうところも、別にマイニングのエンジンを使わなくても、それなりに情報を取ることができる。で、交通情報についても、Google さんが出しているものとかですね、あとは、グリッドロックしてないかとかですね、そういうものを見る、リアルタイムの、交通情報というのもありますので、こういうものを組み合わせることが重要かなと思っています。あとは、例えば、EOC と言われているイマージェンシーオペレーションセンターみたいなですね、課題を管理するようなものを一緒の画面に出すとか、検索結果を出すとか、こういうことでやっているのか。で、実際には多分パソコンをですね、バーッとどっかの部屋から持ってきて、こういうふうに並べれば、できると思っておりまして、で、新たな参考情報として、今まで既存のルート、公式ルートで入ってくる情報をこういうもので保管して判断材料にする、そういうことが重要だと思っておりまして、私が考えるところでですね、30分でオペレーションセンターっていうのを作ってですね、それを開始できるんじゃないかなと思っておりまして、そのためにはですね、ビッグデータをリアルタイムに臨機応変に使うことが重要と書いてありますけれども、こういうふうにイメージがある程度あるとですね、多分、その人たちがバッと作って、じゃあパソコンを集めてこい、インターネットつなげ、こういう画面を作るんだって言えると思うんですけれども、実際にはですね、こういう日頃からこういうものをやればいいのかっていうイメージがないとですね、なかなかこういうものを作れないということで、我々としてはですね、こういうシステムそのものを作るというよりも考え方を伝えていくことが今後重要だと思っておりまして、こういう、イメージでいろんなことをやることによって避難誘導がもっと効率的に、効果的にできますよと。さらに、その時の最新の技術、ツイッターに限らずですね、今一番いいものを使っていくっていう形で、災害対策というものができればなと、考えております。以上で発表を終わらせていただきます。今の避難情報というのは非常に我々も重要しておりまして、地方都市ですと駅というよりも自動車避難が結構大きなテーマになっておりますので、その辺のところもちょっとご支援いただけるとありがたいなと思っております。先ほどのマップの混雑度なんかは多分、地方の方の、地域もあったと思いますので、その時々でですね、確かに、自動車避難というのを今想定してないんですけど、そういうところも応用できればいいなという、そういうヒントになれば、今回のプロジェクトでよかったのかなと思っております。最後のこちらの絵ですけれども、この作るチーム、こちらはご提案としては、例えば行政内の何かのチームが集まるとか、もしくはその IT 関係の得意な方々がパッと集まって、支援いただけるチームを構成して、この画面を作っていただけるとか、作り方のあり方としてはどのようなことをお考えでしょうか。僕も行政内で働いてるんですけども、実際にはですね、行政の方々が皆さんこういうようなイメージを作ればいいんじゃないかと思えば、普段からですね、情報活用という点で、やれるようになってればいいんですけど、実際にはですね、やっぱり専門知識を持っている人を何人か呼んでもらって、また友達に伝えてもらってというのが現実的な会議なのかなと思っております。その関係が本当に被災地だとそれができないので、東京なり離れたところからそういう支援チームがあるとありがたいかなというのが、そういうふうな感想です。